それからなんか怪しい話っていうのがよくありますよね。ありますね。高額のサロンであるとか、その情報商材を売るとか、そのあたりっていうのはどういうことなんですか？はい。やっぱ初心者投資家の方をこうフォローで集めてインフルエンサーみたいになって、で、まあ結構信者化していくというか。あ、信者なんですね。なるほど。この人なんかそのツイッターの株の有名赤とかにこう、朝からこうリプライでおはようございますみたいな書き込みをしに行く人が結構いるんですけど、でそういう信者みたいになった人に対して、その高額のなんかオンラインサロンみたいなものにこう誘導したりとか、あとはまあ結構高いそのなんか何十万円ぐらいするこの株式必勝法みたいなのとか、なるほど、売買トレードこれに任せてれば年利なんか 100% になりますよ、なるほど、みたいな売買システムを売りつけたりとかっていう人がいるんですけど、高額のオンラインサロンってこう他の人から見えないんですよね。あ、なるほど。だから結構その投資家のそのツイッターとかの株クラスターの中にもちゃんとした人って結構いて、おかしなこと言ってる人がいたら、あ、この人おかしいよ、気をつけた方がいいよって言ってくれる人っているんですけど、オンラインサロンってそういう人たちの目が届かないんで、ほんまやりたい放題やったりするんですよね。要はクローズなんですよね。なるほど。まあこういう YouTube だったらみんなが誰でも聞けるということで、まあ我々がおかしなことを言ってたらこれは違うなみたいなフィードバックをもらえるけども、サロンっていうのはもう本当にこう自分たちの中だけでやってるんで、どういう情報が行われているかわからないと。そうなんですよ。ということなんですね。なんでオンラインサロンでこう高い金額を払った挙句、その煽り屋のはめ込み先というか、オンラインサロンで煽られて、オンラインサロンのメンバーがうわーって買ったところに、その売りをぶつけるというか、その人が持ってる株をぶつけて売り抜けるとか、なるほどっていうのに使われることもあります。ありがとう。でもまあ高額サロンというか、サロン自体は悪いものではないというのもあるんですよね。だからそのいいサロンなのか、悪いサロンなのかとか、情報商材がどうなのかとか、情報商材でもいい情報商材も多分あると思うんですけども、そこら辺ってじゃあどうやって見分ければいいんですか？結構初心者が見分けるのって結構難しいなと思ってて。なるほど。なんで情報商材買うぐらいだったら、古典的な本、ウォーレン・バフェットとか、ベンジャミン・グレアムとか、ウィリアム・オニールとか、あとはまあテクニカル分析とかでいうと、マーフィーだったりとか、あとここにありますよね。なるほどなるほど。小次郎講師とか。小次郎さんのやつですね。なるほど。ある程度こう長い間そのちゃんと読まれてるっていうことは、ある程度こう正しい情報が掲載されているということであるので、情報商材買うぐらいだったら古典的な本をちゃんと読んだ方がいいと思います。あと僕高橋談さんのがすごく大好きで、我々の番組高橋談さんに追いつけ追い越せみたいなことで英語と日本語で両方やってるわけなんですけど、よく高橋談さんが言うのは、人の意見を全部鵜呑みにしないで自分でこう考えるこの地頭力っていうか、その情報商材って答えがなんか載ってるようなイメージじゃないですか。で例えばこういうようなその小次郎さんが書いているこのチャート分析なんていうのは、やっぱりそのヒントっていうか考えるためのそのヒントみたいのが載っているわけですよね。だから地頭でちゃんと考えて勉強してやっていくってことがすごく大事なことだと僕は思いますね。であとその特に暗号資産だともっと難しくなると思うんですよ。で英語の情報であるとか、やっぱりそんな情報をやっぱり集めていかないといけないし、株の場合だとその企業の活動に反映するというのが株価にまあ影響される要素の一つとしてかなり大きいじゃないですか。で企業を分析すればいいんですけど、暗号資産の場合っていうのはなんでその価値が上がっていくのかっていうのが見づらいんですよね。そうですね。これは分かんないですよね。分かんないですね。そう分かんないですね。例えばバイナンス、我々の使ってるバイナンスっていうのは、実はやっぱり250ドルに今なってますけど、それは250ドルになる理由がやっぱりあるわけなんですよね。で、やっぱりその理由というのをちゃんと分析できるぐらいのその勉強をするということもすごく大事なことなんじゃないかなっていうふうには思いますが、ちょっと最後にお伺いしたいのが、
そのカモにされないためにどういうことを、まあ、意識すればいいですかね。もうすでに私も少し話してしまったかもしれないんですけど、まあ、一つは正しい知識をちゃんと得るっていうこと。これはこう古典的な本をしっかり、難しくてもしっかり読んで正しい知識を得るということと、なるほど。もう一つはさっきふみさんがおっしゃった依存せず、誰かに依存せずに自分の頭で考える。これ僕高橋ダンさんの動画僕も毎日見てるんですけど、僕にも依存しないでください、他の誰にも依存しないでくださいって毎回言ってますよね。毎回言われてますよね。これが本当に大事だなと。もう誰かが言ってる発言っていうのはもうほぼポジショントークで、自分がその株持ってれば高くなってほしいから、その株のいいことしか言わないし、なるほど。もっと安くで買いたいなって思ったらその株の悪いことを言うし、なるほど。ほとんどポジショントークなんですよね。なるほど。なんで他の人が言ってる分析の方法とか、あと、その人が出してる情報とかを、参考にする分にはいいんですけど、それを鵜呑みにせずにちゃんと自分で考えて、売買の判断は自分でするっていうことが大事かなと思います。高橋ダンさんも、ファイナンシャルアドバイザーでありませんが、みたいなことで、一応これが例えば伸びそうですねみたいな話はしますが、必ず最後に自分で考えてくださいっていうふうに言いますもんね。それはすごく大事なことなのかもしれないですね。なるほどね。この最後にフォローの解除推奨リストっていうのをなんかこう書いていると思うんです。これどういうことですか？こういう人は煽り屋だったりとか、そういうことですね。そういう可能性が高いよっていうので、銘柄を連呼して煽るだとか、あと投資とかトレード簡単っていう人とか。簡単っていう人がいるんですね。簡単、もうね、簡単儲かる毎日儲かるみたいなことを言ってる人がいるんですよね。なるほど。とか、あとはもう絶対上がるとか絶対下がるっていう。なるほど。投資とかトレードで絶対っていう言葉を使う人はかなり気をつけた方がいいですね。なるほど。あとはもう何でも分かってる風に振る舞うとか、これはこうだよみたいな感じで、なんかすごいそれらしい理屈で解説してみせるとか。なるほど。あと常に買ってるツイートみたいな。今日は何本儲かったみたいな。なるほど。はい。あとね、月利 5% 以上。なんか月利っていう人はめっちゃ怪しい人多いですね。月利、年利じゃなくて月利。月利 5% とか絶対いかないんで。株だといかないってことですね。なるほど。あと資産のスクショ。僕こんだけ今お金持ってますよみたいなスクショを上げてる人も怪しいです。あれ結構簡単に表示変えれるんですよね。僕も一回やったことあるんですけど、なるほど。僕銀行の口座残高ネットのやつ1兆円まで自分で変えたことあるんで。そういうふうに変えるっていう別に銀行の口座のお金を動かしてるわけじゃなくて、そういうふうに見せることができるってことなんですね。いじれるんですよ。ちょっとコードをいじるとできるんですよね。なるほど。あとよくありましたね。一回札束の写真、なんか帯がついてる札束の写真とかをたくさんアップして、リツイートした人プレゼントお金配りますみたいな。なるほど。とかね。あと最後有料サロンに誘導してる。有料サロンもなるほど。確かに僕はこの人のサロンやったら入ってみたいなっていう人もいたりすることはあるんですけど、初心者の人が自分で判断して入る分にはちょっとリスク高いかなっていう感じはしますね。なるほど。なんでこのチェックリストでこれ3つ以上当てはまるような人は、フォロー外した方がいいかもしれないですね。なるほど。ちょっと怪しいと思いますね。なるほど。これ分かりやすいリストですね。これで3つぐらいついたらちょっと怪しいなっていうふうに思った方がいいんじゃないかっていうことなんですね。なるほど。いや今日は勉強になりました。これはやっぱり初心者の方々にとって、私もやっぱり投資を始めて、長くはないんですけども、やっぱりいろんな勉強をしたんですけど、どういう人の意見を聞いたらいいのかなとか、ツイッターをフォローしているとかですね、あります。でやっぱりですね、いろんな方々がいろんなことを言うので、やっぱり迷ってしまう時もありますよね。なのでここは、しっかりと自分自身で勉強して本当に正しいことを言ってるのかとかですね、このチェックリストを、意識しながら投資をしていくとか、やっぱりしていくべきなんじゃないかっていうことですね。なるほど。いや今日も勉強になりました。どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。Please subscribe
this channel and push like button. And we are not investment advisor. And please note it that there are some risks at DeFi world. Please continue to study. Thank you.